ハローハロー、どうもどうも、マッドサイエンティスト系 VTuber のクレイザキアキラだーい。今日は皆さんにクレイザキラボで育てている可愛くて素敵な植物たちを紹介させてください。それでは早速見ていきましょう。実験開始。今映っているのが植物用ワゴンで育てている比較的小さめの植物。ワゴンには車輪がついているので動かしやすくてとっても便利。一番上と真ん中の段が植物、一番下の段には植物に関するグッズを置いてます。ではまず1段目からご紹介。この子はパキラ。3年ぐらいの付き合いで比較的に育てやすい植物です。この子は土の代わりに炭を使って育てています。お次はハエトリソウ。この子の育成には少し苦労していてまだまだ研究中。この子は水分をたくさん必要とするので腰水にして育てています。この子たちはテーブルヤシ。100均で買った時には小さかったのが約1年で立派な大きさに。この子たちも比較的育てやすい植物だと思います。株分けができたのでちっこいのも一つあります。こちらはシュガーバイン。どんどん垂れて成長していくのが可愛い植物。この子も育てやすい植物ですが、日光とお水のバランスを気をつけないと間延びしてしまう子です。上の段ラストはサラセニア。ハエトリソウと同じ食虫植物なので、この子も腰水にして育てています。どんどん新しい芽が出るのでボリュームがあって可愛いです。続いて真ん中の段。この子は名前を忘れてしまったのですが、多分シェフレラもしくはカポックという植物のはず。この子も育てやすくもりもり生えてくるので、剪定しては切った葉っぱを水耕栽培して増やしています。次はピレアペペロミオイです。パンケーキプランツとも呼ばれている植物。こちらはご近所さんにいただいた新しい子です。育て方に関しては今絶賛勉強中。こちらはカジュマル。この子は 3,4 年くらいの付き合いでパキラと同じく炭で育てています。この子も育てやすい植物だと思います。続いては水耕栽培で育成に成功した2つ。どちらも買った花束に入っていたものを育てています。1つ目はアイビー。シュガーバインと同様成長とともに垂れていく可愛い植物です。そして2つ目がドラカエナスルクロサ。水耕栽培始めてから根っこはすぐ生えましたが、新しい葉をつけるのに半年近くかかった子です。ちなみにこれはこないだ買った可愛いインテリア Home of a Crazy Plant Lady って書いてあるんだけど、狂った植物女の家って意味ですそして最後に3段目。今は植物は置いてなくて、使ってない鉢や瓶、植物にあげる肥料などを置いてます。そのうちこの段も植物で埋めたいな。デスク裏の小さめのテーブルにはまずアジアンダム。この子は水が大好きで水やりを忘れちゃうとすぐ枯れちゃうのです。今のところ一番お世話が大変な子かも。こちらは多肉植物たちです。伊豆シャボテン公園に行った時にいろいろ買って帰ってきました。多肉植物の知識はまだまだないので勉強しないとですね。先ほどの小さなテーブルの隣には大きなオーガスタ。この子は数ヶ月に1回新しい葉を出してくれてどんどん成長しています。今ラボにある一番大きな植物です。ちなみに後ろに見えているのはルナ先生のお家。最後に紹介をするのは寝室に置いてある植物たち。まずは先ほども紹介した多分カポックの子。先ほどの植物から株分けをして寝室に持ってきました。お次はポトス。植物を育てたい初心者の方によくおすすめされる子です。もりもり育っているのでそろそろ植え替えしないといけないですね。そして最後はサンスベリアのはず。実はこの子は植物にはまる前にプレゼントでもらった子なので名前を間違って覚えてるかも。まだ知識がなくお世話が適当だった頃でも枯れずに生き延びてくれたのでとても頑丈で強い子です。5、6年ぐらいの付き合いでパキラやカジュマルと同じく炭で育てています。以上、ラボで育てている我が植物たちでした。見ていて欲しくなった植物ありました？気になった植物、欲しくなった植物などぜひコメントで教えてくれると嬉しいです。アキラが紹介した植物は基本的にどれも育てやすくいい子たちなので、皆さんに少しでも興味を持ってもらえたら嬉しいな。と
いうことで、動画を見てくれてありがとうでしたい。面白かったよ、楽しかったよって思った方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。アキラにやってみてほしい企画、実験などがあれば、ぜひコメントで教えてね。それではまた次の実験で会いましょう。お疲れ様でした。